あなたの知らない日本の音世界。おきにもさぞや何かおやおやが知らずにいるか。やかまなもい心いらしやと三活が思わずちぶさを握りしめ、父はここにあるものを飲ましてやりたい、顔見たい、父が春はいいお富を震わせかけいらんにも関の戸に空根もならずはぬけどりに方の安からぬ悲しさ迫る内と外、一度にわっと湧きずる涙何は泉川古今の踏み出すもどくななんですけれども、お師匠さんは文楽の竹澤康師匠だったんですよね。初めは鶴澤十三さんお師匠さんだったんですけど、東京おいでならっていうので竹澤康というお師匠さんにお預けになった。だから全く康さんのお師匠さんと同じですよね。息が積んでて、ものすごく腹が決まっておられて、いろんな苦労もしてはるしと思いますけども、その八千師匠とこでもものすごくご苦労されたって。それは途中から預かりだからね。それで子供さん男の子3人ですごい貧乏だったって言ってました。食うや食わずじゃなくて食わず食わずだったって言ってました。それでお師匠さんのご連中さんをお稽古させていただいて、毎日朝起きたら自分はご飯食べないでもお師匠さんのとこ行っていただくからって言って子供に食べさせていって、そういうもんだったとかって言ってね言ってましたよ。それでこれがいりますからとかって言って稽古してもらうんじゃなくて、前座って稽古してもらうんじゃなくて、やっぱり見て聞いてということを言うてはりましたですよ。それでもあれだけ八千師匠から取ることができたっていうのは、全くそっくり。ジャンテルさんでじゃらって弾いたら八千のお師さんもじゃらこうすまし込みはるじゃら弾いた時にお顔見てるとね、こうなんするそっくりなんです。そんなんもよう似たはったなと思うんだけども、ご主人さんのお師さんのとこに一緒に行った時にお師さんも「あの人はいい三味線やね」私も「あんた幸せやで、あの人に弾いてもらえるってそりゃ幸せだ、それをそう思ってます」って言うたけど、本当に幸せなところが
木大門師匠のテープを渡した時に弥七師匠のことだけしか分からなかったんだけども、木大門師匠の聞かせてもらって、あ、これはまた違うと思って、この点だけでいいから、全部は取れないけど点だけでいいから取りたいと思ってるっていう、その時でも欲があってすごかったなと思って。ね、木左衛門師匠と弥七師匠いや生き方が、ね、違うから違うから、二世木左衛門師匠がまたもと越路師匠の愛者目線だったお師匠さんが、もう本当に素晴らしいお師匠さん、一音だけで泣けるみたいなぐらいに、現代のその二代のお三味線の方にはなかなかない、あの柔らかさ、左のグッて押さえのすごさとか、どちらかというとあんまりお手が回る方じゃなかったから、ちょっとこうもつれたりするようなとこもあって、分かんないなって最初思ってたけど、聞けば聞くほど、そのすごさっていうのがじわーっと、上手の人もそうでしたけど、模様が景色が登場する気持ちとか、あとその季節感とか空気感とか、その物語そのものがこんなに豊かに出てくるのかと、あれはもう並大抵な芸じゃないと。行儀のいいお三味線だったよね。ずっと行儀が良くて、音が柔らかくてね、息が長くて、息いっぱいでこしらえないんだけど自然に出てくるの。聞かせてやるとかそういうのないのに、坪坂でもね、おさとか引っ返してくるとじじじじじじこう坂登ってくる、じじじじじじじ本当に坂登ってくるような、息せきとかやってくるように聞こえちゃう。それこそ模様が出てくる。絶対にその手数余計飛行とかそういうあれはないだけど、非常に幅広くてまあ素晴らしいお三味線でしたね。久慈師匠が非常によく言ってよく心配してくださってましたよね。本当にもったいない人がいっぱいいたよね。2002年には小路師匠もね亡くなられて、1999年にお師匠さんがね、人間国宝になられて、その時はすごい喜んでおられたんです。その時は文楽の国立劇場のね大皿の日だったのに、千歳ちゃんに電話して「動かないようにいてもらってください」ってすっ飛んでいってお師匠さんに言ったら「お個人か?」って言って「そうらしいです」って言って「そうか僕になんか相談に来るなよ、すぐ返事しなさい」って言って「いやでも私は返事できませんので」って向こうの人が本人に言ってるのですからすぐ返事してください。いやそういうわけにいきませんよって言いに行ったの。すぐに返事しんかいって言っていただいて、それでそこから返事させてもらった。でそれはすごい喜んでくださったけど、で亡くなる時は僕がいなくなったら文楽は大変なことになると思うよって気がついたことがあったら一門のことは言ってやってくれって言ったけど、私は男の一門じゃないから女だからさ、男の人にどうのこうの言えないじゃないの、そんなんね。言ってやってくれって言いましたからって、そんな湿気なことできないけど自分も気をつけなさいと。笑ってても言ってくれる人はないからね、自分で気をつけなさいって、あっと思ったらやめなさいと、それを言わはった。僕の芸は取れる人はいないんだと、でも君は取れると思うからよく聞きなさいということはおっしゃってました。芸のことでは譲歩しちゃいかんって、譲歩するなって譲るなっていうことは言われました。今でも毎日朝早く起きて聞かせてもらう、師匠の録音テープ聞いて、でそれでまたご連中さんやお弟子さんやの稽古をもうずっとしますけどね、そこら辺から売るもんはないよ。悪くなるに決まってるから怖いですよ。だからでもね、ちゃんとその越路師匠のテープってものが音源が残ってるから、それ聞くとまた蘇ってくるから、それでそのテープ聞くたんびにこうだったんだ、ああだったんだ、だんだんと
深くなっていくんだよねやっぱりね。同じテープ聞いてるのにこんなに違うのがその日によってねすんごい違うこと聞き取れる時があると、ここ聞き逃してたなと思う時いっぱいありますねやっぱりだけど今の人そのテープ聞くって言ってね、テープ聞くとね一本調子にみんな聞いてきちゃう。全部一本上司に聞いて誰のどなたが出てこようと皆同じははこうなるのかと思ってそれは怖いけどね聞きようそのテープの聞き方がね。それやっぱり先生が生でこう相対してお稽古されてるその場のことがあって聞くからやっぱりそう前に座った師匠のもんでなくちゃダメなの、それですよ、要するにそこなんですよ。そうですよね。義太夫節っていうのは切り張っとからって1時間以上ずっと大きな声を出し続けて、たくさん声を使うし、死ぬ気でやらないと浄瑠璃ってみんなそうですよ。そんな気楽なもんじゃないと思う。で大きな声も出すから頭パーッと真っ白になったりとか、そのぐらい語り込むんですよね。それはあると思いますよ。小じ師匠も心臓悪くされて、もうこれは職業病だっておっしゃるぐらいに気使って。いや心臓いつもパクパクしてるよ。パクパクしてますか。わあ。いやありますよ心臓。体力がなければできないことだと思うんですけども、しかも男性の芸ですよね、それを女性がやるっていうところでまた体力的なハンディとかがあるんじゃないかと思うんですけれども、それはもう非常に無理があるところあると思いますけども、精一杯できるところまで頑張るよそうね。喉がお強いっていうか、それもある。それもあると思いますねやっぱりね。口の形がいいってなんかご主人師匠に言われたってことも前口はね、住田よ君もなき口よ。君は口はいいよって言って大きな口してるからだと思う。あとね、小柄でいらっしゃるけどもやっぱりお腹はすごい強くていらっしゃるから、お腹の強い人ってこれお金で買えるもんでもないしね、生まれつきこれやっぱりお腹の薄い人っていうのあるんだよね。ご飯とかおうどんとか、そういうものをたくさん食べて、お腹に力をつけないとダメなんだっておっしゃってたんですけど、小松小師さんも子供の頃からたくさんご飯は春子町に食べろって言われて食べさせて。春子町はあんまり食べるの。ああ、そうか。お米もったいないから。そうか。お昼物になったらよそへ食べに行ってさ、自分だけそういうことする人なんだ。パンよかご飯食べなさいっていうことよく言うよね。今は全然その西洋化してるから文化的にあんまり腹に力を入れるっていうのは言われなくなってしまってね。発声法が違うように思うんだけど、手振りする人もいるし、ちょっと自分を売り込もうとか懸念っていうか、それが臭い芸っていうでもちろん体力だけではダメで、本当素質体もなきゃいけないし、それから本を読み込むそういう頭の良さもなきゃいけないし、太夫さんは40歳からが勝負で、大成するのは50歳過ぎっていうぐらいのものすごい時間がかかるものだから、なかなか辛抱が効かないと続けられないですよね。本当好きじゃないと。人の気持ちの苦しみとか悲しみとかを表現しなきゃいけないから、自分もいろんな体験をしないとなかなか語れるものではないってことなんですかね、やっぱり。語ることイコール生き様みたいなもんだね。それは本当そうですね。すごいなと思う話聞いてて。しかもそれで文楽さんだったらお人形があるから、女流は人形がないのでね。それ以上にやっぱり人物像をね出すということ、内面的なものがもの言いますからねやっぱりね。しかもそのいっぱい登場人物があるのに一人で全部語り分け、そういうことを表現しなきゃいけないっていう、随分欲張った芸だよね本当にね。今後これからこんなことをまだやりたいとかございますか？もう何にももう心配することなくなって、これに没頭できるようになりたいなと思って、もっともうそんなと思うだけで年と一緒に
ついていかないかもしれないけど、やりたいな、そうやりたいなと思ってる。もったいないと思ってるの。あんなお師匠さんに教わったことだから。誰も教わってないのに私このまま死んでっちゃって申し訳ないな、なんとかやりたいなと思う。そう思う。で後継者のね、方々女流義太夫、そして文楽の若い方々もいらっしゃるけども、それはなかなか今教わるとか聞いて取ろうとか、ものすごい独自で語る人がいっぱいいるんだね。器用だなと思って感心するけど、全然まだ力出て芽出してないわ。地上へ出てきてないと思います。何遍でもいっぺんで今言うてそれ違うだからこうなんだって言ってまた同じこと言わないかんよ。同じことばっかり言うてんの。ちょっと程遠いわ。物言えるっていう人今にいないね。その女性としての今までのそういう人生の苦労とかがその浄瑠璃を語るということに対してプラスになっているんではないかというふうに思ったりするんですけれども。それはあるかもしれません。気にはしてないけどもプラスになっていることもいっぱいあるかもしれないし、いろんなことやってたためにマイナスになってるのかもしれないし、そりゃいろいろだと思うな。もっともっと浄瑠璃に専念したいのにそれがちょっとできないっていうこともあるってことですね。あると思います。女性が義太夫を語るということに関して、それは男性と違って非常に無理があると思うけれども、無理があるからって言って楽して語るとかそれはいけないと思う。自分の持ってる、福力とか体力とかそういうのはできる範囲でいっぱいに、それ死ぬ気でやれっておっしゃるのと同じで、義太夫やるんであれば生半着なやり方はしない方がいいと思う。やるときはね。それはもう女性とか男性とかも関係なし、関係なしに、女性らしい義太夫を、その男性ではできない義太夫をっていうことは考えたりはされ。いやそんなんあんまりない。あんまりないけど敬語とのものは女性の方がいいかいなと思うこともあるかもしれないけど、男性の方がいい場合もあるからね。華やかなものはやっぱり女性の方が映るっていうことがあるかもしれない。と思うけども、今の女性その敬語と全然音使いできないからいいとも悪いとも言えない、それは言えない。女っていうの分かる人一人もいないもん。声でやろうとするから。だから要するに海地で覚えようとするからね。声でやるっていうのは、いわゆる息を使わないで、声だけでやる。そう。女性はどうしても音域が高いので、低い声を出さなければいけないっていうのは、これまたちょっと女性にとってはハンディであったりはすると思うんですけど。ハンディはありますよね。できる範囲でできるだけ音を出せるようにね。男性だから女性だからっていうのはそれはないし、昔は文楽の男性のお師匠さんが聞きに行くぐらい女性の義太夫がすごかったってことですよね。発音はきれいに分かりやすく、で漢字で語るっていうのと仮名で語るっていう違いがあるっていうふうに。漢字で書いてあるのはできるだけ意味もあるし、できるだけ漢字で言うように。仮名で語ると海字がついてくるから、海字を立てないように仮名文字で言えばいいんだけど、先に海字が出ちゃうのよ。要するに海字が出ちゃうと何を言ってるかちょっと分かんなくなる。そう意味海字が立っちゃうの。そこを考えて。あと声を出す方向っていうのがある。向こう側でも立派な人がいるのか、爪人形みたいな人やったらもうタタタタタタと何しに来てんのやそうかって言えるけど、その場面場面によって出す方向性っていうのはみんな変わってくると思いますよ。字止めることね、みんな字が流れる。全くみんな字が流れるわ。そうするとね、
もうだらしない。それで武将とかなんとかの人物によってね、何してって言わない時もあるし、何してって言わない時もあるし、その場面であると思いますけど、セリフがあってもずっと一本上司じゃなくって、ここちょっと早めに行ったら次はゆっくりとか、それこそその運びとか、それはあります。とてもよく言われて、でもずっと同じだとつまんなくなっちゃって、つまんなくなっちゃうすごいよく言われた覚えがあります。言葉でも視線で文字が生きる場合がありますよね。それはあると思うよ。あと息を吸うときに口から吸うだけじゃなくて目からも吸えるとか、瞬間的に目からも耳からも鼻からも、それはよくみんな言うね。次の息はどこでしょうか。そんなこと思ってないで瞬間的にハッとする。こうずっと言っててふっと向き変える時とか、まつげでも何でもできる気ができるっていうことはよく言われますよ。それだけその息をすごい使うってことですよね。その出し切った後に吸う時にいろんなところから、目からも吸えるし、まつげからも吸えるしとか、ありますね、そういう時は。片手はものすごくこうグッときてるんだけど、自分が泣いちゃったらいけない、自分の中から自然に本当に泣けてるっていう、そのものになって泣いてしまう。そういえば小馬之助師匠はお稽古してるだけなのに、泣いてられるのをよく拝見したことがあって、私も泣き虫だから、なんで嫌いって言うと、義太夫ってね、泣くもんが多いの。そうなると子供の時にこんな子になったら嫌だな、かわいそうだなと思うから、こんなもんなんでやんねやのと、それが嫌だったの。なるほどね。こんなん私やったらどうしようかな、ものすごくかわいそうになって泣いちゃうのよ。本当に泣いちゃうの。越路師匠もすぐ泣いちゃうって、その浄瑠璃の内容があまりにかわいそうで、クールに見えるけど本人は泣き虫でっていうことを同じことをおっしゃってるな。泣いちゃう。情みたいなところ、人の心を、そうですね。そこは表現できなきゃいけない。そのものに溶け込まないとそうならないね。とにかくこれは今日はこれなんだと思うと、それにならないと、自分はしてないといろんなことを思っててダメ。その登場人物、この場面、それに集中しないとダメ。集中力がないとダメ。いろいろ思い出すことあったりする。そんなのなったらダメだね。もうじゃあもうその時代その時の出てきている人にもやっぱりもうなってんですね。ならないとダメ。それがなかなか一人一役と違うから、これね、今こう待っててもパーッとまた違う人間に刺さなきゃなんなくなる。そこの切り替えなかなか難しいですよね。難しそう。集中してるけどやっぱりどっか客観的に